あなたの足が疲れやすかったり、むくみやすかったり、痛かったり、太かったりするのは、実は膝下のねじれのせいかもしれません。皆さんこんにちは。足の専門家、中島武史です。私は何をもって足の専門家とお伝えしているのかとか、どんな活動をしているのかについては、翻訳付きで下の概要欄に出てますので、よければそちらの方をご覧ください。今回は問題発見の仕方っていうシリーズをやってみてるんですけれども、今回の問題発見は膝下のねじれを発見しようという話ですね。で、膝下がねじれてしまってるっていう人がすごい多いんですね。この頃私たちがパッと外見て歩いてるともう10人いたら7、8人ぐらい膝下ねじれてるんじゃないかなぐらいの感じでねじれてるんですけど、それが足に痛みが出たり、魚の目や外反母趾や、あとは足が太くなったりする原因につながってるんですよね。太くなってるのをどうしようとか、外反母趾をどうしようというよりもねじれをどうしようとか、そっちの方で考えた方がしっかりと解決するので、今回はそのあたりの見分け方やどうすればいいのかについてお伝えしていきます。では内容です。膝下ねじれの確認方法ですね。チェック方法。どうすればいいのか。今回の動画をご覧になることで、あなたはご自身の膝下がねじれているのかねじれてしまっていないのかを確認することができ、それをどうやって解消するのかまで理解し、実行することができるようになります。私は足の専門家であると同時に、歩行指導や動作改善の専門家でもあります。世の中に正しい健康情報を広めたいなと思って YouTube を始めたんですが、 YouTube のこの動画が拡散されるかどうかは、皆さんの押してくださる高評価ボタンやチャンネル登録者数、そういったものによって左右されるみたいなんですね。ですから、もしも皆さんがこの動画を見てて、いいなとか、世の中の人がたくさん知ったらいいのになと思っていただいた場合は、よければチャンネル登録や高評価ボタン、またコメントなんかもよろしくお願いいたします。では、膝下ねじれの確認方法なんですけど、まずそもそも膝下ねじれってどういう状態のことかというと、本当は人間って基本状態では膝とつま先の向きというのは揃ってまっすぐ向いてるはずなんですよね。こう向いたらこう、こう向いたらこう、同じように動くはずなんですよね。こうはならないわけです。そんなの当たり前ちゃうのっていうふうに思うかもしれないですよね。でも実際はずれちゃってる人って結構いるんですよね。で、これを確認方法をいくつかちょっと出していきますね。まずこれが足を一歩踏み出す時に上げた時の図ですけど、足を普通に上げて前へ出そうとするとこんな感じで、膝の向きとつま先の向きっていうのはまっすぐ揃ってるはずなんですよね。で、これが膝下がねじれちゃってる人は足を上げた時にどんな感じになるかというと、自然にこの状態から足を上げると、この膝の向きは今正面を向いてるのに、つま先の向きは外向いちゃってますよね。こんな感じでずれてくるんです。で、パターンとしたらこういうパターンもあります。つま先の向きはまっすぐだけれども、このように膝の向きが内っていう人もいます。なんせつま先と膝がずれちゃってるんですよね。で、これが歩いてる時になってたら問題大ありで、後でお伝えするいろんな症状につながるんですけど、で、次行ってみましょうか。次はこの上げる前の話も言ってみましょうか。上げる前に足、着地しました。で、次の足が出ました。そしたらもう一回次の足上げるときに、さあ上げようと思った瞬間に、ほら、この場合膝がまっすぐでつま先もまっすぐになるはずなのが、ずれちゃう人はこの時に膝はまっすぐだけどつま先は外とか、あとはつま先まっすぐだけれども膝が内にずれてしまっていると。だからこれ膝だけとかつま先だけ見てたらわからないわけですね。これ見比べるからわかるわけです。で、これが冒頭の写真でもあったんですけれども、静止状態でパッと立った時にっていう話でもいきましょうか。静止状態でパッと立った時に、これ今この人はつま先開いてますよね。で、よくあるのが、このまま歩いても同じことなんですけど、つま先が外向いてるから私ガニ股だと思っちゃってる人が結構いるんですよね。で、ガニ股の場合もあるんです。で、ちなみにガニ股の場合はこのようにつま先の向きと膝の向きは揃っています。だからもしこれ歩かしてみたとすればどういう感じになるかというと、こんな感じでももというか膝の向きですね、も外、つま先も外、いわゆる柄の悪い人みたいな感じの歩き方ですよね。これはガニ股っていうふうに言います。これはこれで健康にはよろしくないんだけど、そっちよりもさらに立ちの悪いのはこれですね。つま先今これ外なんですけど、つま先外に対してこれ膝まっすぐ向いてるんですよね。これすごい誤解なんです。
でこれ外反母趾の原因にもなってあるんですけど、で外反母趾の原因っていうのはうちに体重乗せるからですよっていうふうにしたら、いや私ガニ股なんですよっていうふうに言われることよくあるんですけど、これだからガニ股ちゃうんですよ。これうちに体重乗ってるんですよね。つま先外やけれども膝はまっすぐ向いてると、自分で今やってみてもらったら分かりますが、親指のところに体重乗せるとそうなるんです。だから言い方変えると、この人は親指の付けに体重が乗せたいがためにこういう風になっちゃってるんですよね。乗せるのがやりやすいと思ってるためにっていうことなんですけどね。だからこの人の場合歩いたらこんな感じなんです。つま先は外向いてるけど足の膝の向き、ももの向きはまっすぐ向いてるんですね。で今ここまで見てきましたが、この状態って実を言うとちゃんと病名があるんですよね。これ何ていうかというと、この状態のことをオーバープロネーション、過剰開内っていうふうに言います。過剰開内がどれぐらい悪いのか、過剰開内がどんななのかとか、もうこの辺の話はこの動画で喋ると長いので、こっちの動画を見ていただきたいんですけれども、この過剰開内、オーバープロネーションというのはもう外反母趾をはじめとした足の万病のもとですね。だからこの足で今歩いてしまっている人っていうのは早々に治さなあかんわけです。だから過剰開内まずいですよとか治しましょうと言うけど、たまにあるのが、いや私ガニ股やからあなたの言ってることは違いますよって言われたりするんですね。これはだからつま先の向きだけで見てるからそういうことが起こるわけです。もともとこの動画のタイトルは膝下ねじれですけど、こういうふうに膝の向きとつま先の向きがねじれてしまってる。言い方を変えればだからこれがオーバープロネーションというんですが、これをいかに見つけていかに直すかっていうのが足にとったらすごい大きいんですよね。ではどうすればいいのかですけれども、これは基本的な歩き方は本当はゆるかかた歩きやってもらうのが一番いいんですね。もう位置から全部、足の向きから全部教えてますから、そっちやってもらったらいいですけど、もっと端的にできるやつで言えば、とにかく親指側を踏みしめて歩こうとしなければねじれることはないんですよ。人間の足っていうのは外に体重乗ってて、外を踏んでて土踏まずが浮いてる内側を踏みしめてない状態で膝とつま先がねじれてないっていう風になったんです。じゃあもしそれが正しいとすれば、正しいんですけど、正しいとすれば、その状態で内側踏みしめてもらうと膝の向きだけがずれて内側に来るっていうのが分かると思うんです。だから内側を踏みしめるっていうのをやめる、足はベタっと全部踏むのが正しいと思うのをやめるっていうのが一番とりあえずっていう対策ですよね。最初外側踏んだらこれガニ股になるんちゃうかとかね、そういうふうに思っちゃったりするんですけど、違うんですよ。何回も僕他の動画で言ってますけど、足は外を踏んで外に荷重してる状態でまっすぐになるようにできてあるんでね、膝もつま先も全部まっすぐになるようにできてあるんで、しかもどっちが安定してるかっていうと、足は外踏んだ状態が安定するようにできてますから。でそのあたりはこの足の基礎講座の動画で喋ってますんでね、詳しくは見ていただきたいですけれども、そんな感じだと思ってください。いかがでしょうか。もうこれが早く世の中に広まってくれたらええのになと思ってるんですけどね。だからついつい足は全部ベタで踏むのが正しいとかね、フラットにしてるのが正しいとか、なんとなく親指踏んだら安定するとか、そういうのが全部ねじれを作っていくんですけど、私ねじれてるわって気づくのが一番最初ですね。今回の動画はそれを目的として作ってます。まずはぜひともチェックしてみてください。